どうも、たれんです。本日なんですけども、昨晩深酒をしすぎまして、朝起きたらもう綺麗に見事に顔面アンパンマンということで、汗をかきたいってなってくるとあれかなと思いまして、はい、麻婆豆腐。んで、麻婆豆腐に関しましては、去年コラボさせてもらったもこ様、もこみつさんに美味しく作るコツを教わりましたので、あとそれをこの種先の手によってややこしくするだけ。というわけで早速、本日も作っていきましょう。じゃあ作っていきましょうか。改めまして、本日のメインは麻婆豆腐になってくるんですけど、麻婆豆腐を作る時のスープ。普段だったら、こういった鶏ガラスープを使うんですけど、んでもって皆さんご存知の通り、市販の鶏ガラスープってめちゃくちゃ美味しいんですけど、どうせなら今回自分でいいスープを取ってみたいということで、まずは和食でいうお出汁と言いますか、中国料理でいうところのタン、そちらから取っていこうと思います。ただ、僕も今回初めて挑戦しますので、分量なんかはね、もうぐっちゃぐちゃかもしれないですけど、どうか温かい目で見てください。そんならば行きましょう。では、今回のスープに使っていく材料たちを、せーの。こちらから丸鶏、スペアリブ、干し貝柱、干し椎茸、長ネギ、生姜、ホワイトペッパー、金華ハム。んで、今回の分量が、こちらから1話分 600g、6つ分、3つ、1本分、4枚、適量。で、これで正しいのか分かりませんけど、一応ホワイトペッパーは大さじ1くらい。一応もう少し詳しくご説明すると、今回こちらの丸鶏は、僕らがよく食べる若鶏ではなくて、こちら親鶏です。卵がもう産めなくなっちゃったおばあちゃん鶏っていうのかな。身質は結構ゴリッゴリなんですけど、その分すごく味の濃い鶏です。で、こちらのスペアリブ、僕もともとは背ガラ、豚の背骨、そちらを使おうと思ってたんですけど、ちょっと今回僕が購入してたものの配達の遅延がありまして、今回間に合わなかったんで、もうバタバタスペアリブで代用してます。でもここら辺はいいとして、こちらの金華ハム。大体どこのご家庭の冷凍庫にもあると思うんですけど、世界三大ハムで有名な金華ハムですね。僕らがよくイメージするこういった加熱タイプのハムじゃなくて、俗に言う中国の生ハムって感じ。ちょっとお値段は張りますけど、使ってみたかったんです。で、今回取っていくスープなんですけど、日本でいうお出汁というかスープというか、そういったことを中国料理だとタンって言うんですけど、このタンのうち精進料理みたいにこう動物性を使わずにお野菜だけで取ったもの、そっちをスータンで、逆に動物を使って今回みたいに取るスープのことをクンタンって言うんですけど、今回はこっちのクンタンでちょっとまだ僕見識が甘いので間違ってたらごめんなさい。このクンタンの中でも毛のお湯と書いてマウタン、こちらが今回の麻婆豆腐とかいろんな料理に使われる一般的なガラスープのことなんですけど、今回こちらではなくて、なんかより高級食材を使ったより上質なスープっていう意味のシャンタン、多分こっちに近いんじゃないかなと思います。今ねソロミシャンタンっていうね商品もあったりしますけど、そちらの方に近いのかなと思います。で、なんかこの具材を使ったからシャンタンみたいな、そのはっきりとした分け方はないみたいなんですけど、なんかこういった丸鶏とか、それこそ金華ハムとか、なんかこういったいいものを使うとシャンタンっていう感じになるらしいですよ。でもなんかこの金華ハムを使ったらシャンタンみたいな感じありますよね。ただ実際のところ麻婆豆腐って結構強い味付けをしますので、なんかいいスープで作ったとしても結構味を上乗せされちゃうので、現実問題このマウタンでいいかなとは思うんですけどね。ただ一回作ってみたかったんです。ちょっとシャンタンっぽいもの美味しく出来上がったらいいですね。じゃあまずこちらの丸鶏とスペアリブ、こちらを、はい、沸騰したお湯にチャポン。まずはさっとアク抜きですね。よいしょ。さっと湯がいたら取り出して、これで準備完了。ただちょっとサイズ感的にこちらの丸鶏、こちらだけ扱いづらいので、ちょっとこちら開きます。よし、これでだいぶ扱いやすくなった。ただこうしたとこ雑味も出やすくなっちゃうと思うので、実際はねこういうことはしないと思いますけど、じゃあ全ての具材をお鍋にぶち込んで、こちらの乾物兄弟は戻し汁ごと、あとはここにお水、たっぷりとお水を加えたらここで添加で、あとは沸いてきたらアクは丁寧に取りつつ、
加減を弱火に落としてコトコト煮込むこと6時間でございます。あんまり火加減強すぎるときっとパイタンになっちゃうと思うので、白濁としてあくまで弱火で。それではスープを煮出している間に、今回麻婆豆腐に使うラー油、こちらを作っていこうと思います。では今回のラー油作りに使う材料たちをせーの。こちらから油、一味唐辛子、白ネギの青きところ、生姜スライス、ホアジャオ、お水で、今回の分量がこちらから 600cc100g 2本分4本小さじ 140cc。 じゃあまずこちらのお水、こちらは一味唐辛子の焦げ付き防止ですんで、もうあらかじめ混ぜといて、全体的にしっとりとすれば OK。 じゃあお鍋に油とその他もろもろ全部、おっと忘れ物、ニンニク。はい、いってらっしゃい。じゃああとアヒージョを作るみたいにこうチリチリさせながら10分から15分。あんまり火加減強すぎると真っ黒焦げになりますんで、そこだけご注意ください。なんならちょっと火加減落とすくらいの感覚で。煮出し終わったらこちらを回収して、で一度ちょっと火加減を上げて180度ぐらいまで温度を上げて、あとは一味唐辛子にザーバー。この唐辛子を焦がさないように気をつけながら。でいつもお伝えしてますけど、この時このボウルは触らないように、めちゃくちゃ熱いので。じゃあ一旦この状態で粗熱を取って、あとはこちらを密閉できる容器に流し込んで、これで自家製ラー油完成。で今回より本場っぽく菜種油を使いましたけど、ごま油を使ったら使ったでなんか角屋さんのごま油ラー油みたいな感じになるでしょうし、こちら以前作ったチー油のラー油なんですけど、だいぶ重厚感は出ますけど、なんか冷ややっこにかけたりとかそういった感じで使うところすごく美味しかったです。まだ残ってますけどね、もう皆さんも思い思いの油を使ってください。もちろんサラダ油でも。っていうところでこちらも6時間経過いたしましたので、ちょっとこしてみましょうか。一応こんな感じに仕上がりました。多分ここからひき肉なんかも入れながら一旦沸かしてあげると、もっともっとねクリアなスープになるとは思うんですけど、でも今回はあくまで麻婆豆腐用ですんで、このまんまでいいのかなと思います。じゃあちょっと味見。待って、バカほどうまいんですけど。なんやこれ。これまで取ってきた鶏ガラスープの概念が変わりましたね。マジでうまい。やっぱガラじゃなくて丸鶏だったりとかスペアリブだったりとか、そういったものを使用してるのでガラエキスというよりお肉エキスを感じる。肉の旨味的な、その肉エキスが先に来た後、干し貝柱だったり干し椎茸だったり、そういったものが後から追っかけてきますね。めっちゃ美味しい。でちょっと思ったのが、こちらもっともっと煮詰めて濃くすることできると思うんですけど、もうこの段階で結構塩分しっかりしてますね。普通鶏ガラスープってお塩なんかを入れないと全然味しませんけど、香りはあるけどね。こちらに関してはもうこれだけでもうスープとして完成してますね。おそらく金華ハムだったりとか干し貝柱とか、こういったものの塩分なんでしょうね。こんなにしっかりつくんだって考えたら、もうこのくらいの濃さで正解だったのかな。おそらくきっといい麻婆豆腐に仕上がってくれるはず。はい、っていうところでラー油も作り終わって、でもってスープも取り終わって、麻婆豆腐の下準備は終わりましたので、ここからはチャーハンの下準備に参ります。で今回のチャーハンなんですけども、普通の卵チャーハンではなくて、最近僕がハマってるチャーハンです。そちらがですね、牛肉とレタスのチャーハンです。最近ハマってるんですよ。ですのでまずは牛肉の下準備から参ります。じゃあまずこちら牛もも肉ですね。まず半分の、ちょっと今回繊維的に縦の繊維を残しながらチンジャオニューロース、牛肉を使ったチンジャオロース、あんな感じで細切りにしたいので、まずは一度こんな感じでスライスして、あとはこちらを短冊状にするだけ。
で、こちらの下味に使いますのが、こちらから濃い口醤油、オイスターソース、卵、胡椒。で、こちらの牛肉 600g に対して、一応小さじ2、小さじ2、卵1個分適量って感じです。じゃあまず醤油とオイスターソース。で、胡椒。これをよーっと揉み込んで、ここで卵。この卵をお肉に吸わせて、お肉が無事卵を吸ったところで、はい、分量外の片栗粉。表面のコーティングですね。で、この後こちら油通しをする形で火を通しますので、油にザッと入れた時によりほぐれやすいようにちょっと油。あとはこれをなじませれば、これで準備完了。じゃああとは熱した油の中に、はい、いってらっしゃい。塊ほぐしてあげて、はい、あっという間に完成。確か味付け的にもあれですね、チンジャオロースのお肉で、チャーハンのもう一つの具材レタスは、はい、せーの、はい、芯を抜いて、あとは適当にザクザクっと。というわけでこれにて牛肉レタスチャーハンの仕込み終了でございます。で、一応今回のチャーハンに使うお塩がこちらですね。いつも通りの谷崎の塩です。一応比率としましては、お塩 60g、胡椒 7g、山椒 1g、ガーリックパウダー 8g、昆布茶 3g、からすみパウダー小さじ1。この比率で合わせてウィンウィンと砕き合わせたものです。ということで、時間のかかるものはもう全て終わりましたので、ここからいよいよ麻婆豆腐の本調理に入ります。それでは今回の麻婆豆腐に使っていきます食材たちをせーの。こちらから木綿豆腐、豚ひき肉、長ネギ、生姜、ニンニクで、今回の分量がこちらから 350g×4 丁 500g2 本1塊8点。ニンニクがお好きな方はもっともっと入れてください。で、お豆腐も今回木綿を用意したんですけど、もう全然ソフト豆腐でも絹ごし豆腐でも皆様思い思いのお豆腐を。で、これらに加える調味料たちをせーの。こちらから中華スープ、豆板醤、甜麺醤、トーチ、たまり醤油、紹興酒、オイスターソース、ホワジャオ、胡椒で、今回の分量がこちらから1リットル大さじ5、大さじ5、60g、50cc、50cc、25cc 適量で、まだこちら試作を作ってないので、もしかしたら作ってる時に豆板醤、甜麺醤が増えたりとか、ちょっとスープの量が増えたり減ったりするかもしれませんけど、その時はまた随時皆さんにお伝えします。で、一応ここにはまだ並んでませんけど、最後に水溶き片栗粉でとろみをつけて、で、ラー油をどっぷり流し込んで、最後にお湯ホワジャオっていう感じで今回は参ります。じゃあそれでは張り切って参りましょう。じゃあまず豆腐。今回ちょっと大きめに作りたいので、16等分のこんぐらいのサイズ感に。で、続いておネギ。
応これにてまな板と包丁を使うことは全て終わりましたので、あとは麻婆豆腐を仕上げるだけ。じゃあまずお鍋に油、わりかしたっぷり耳んでホワジャオんで火にかけて、モカさん麻婆豆腐といえばのホワジャオ油から作っていきます。じゃあ5分ほどしてこのパチパチもちっちゃくなってきたところで一度取り出して、一度ここでホワジャオのかぐわしい香りを楽しみましょう。いい香り。じゃあ今回の山椒オイルちょぴっとんで火にかけて、まずはひき肉、まずはあれですね、ザージャン作りですね。まずはひき肉ポロポロにして、まずはこの水分が透明になるまで。まだこれが白濁としてるうち、結構豚臭さそういったものはこの場所で感じるんですけど、この後しっかり炒めていくうちにどんどん臭み飛んでいきますんでね。で僕のザージャン作りはかなりカリッカリになるまで焼きます。なので火加減は終尾ずーっと強火です。一応今こんな感じですね。このカリカリが美味しいんですよね。ただ意外と量が少なかったので、さらに 500g のひき肉追加。じゃあこれで約 1kg 分のカリカリひき肉完成。じゃあここで数ある調味料のうち甜麺醤、こちらを加えたら火にかけて、この豚ひき肉にしっかりと味をのせていきます。ちょっと面倒ではありますけど、やっぱ普通の豚肉じゃなくてこのザージャンを作ってから麻婆豆腐にしてあげると、ちゃんと麻婆豆腐の中でこのひき肉一つ一つから味がすると言いますか、お豆腐だけじゃなくて僕も主役だぜって言ってくれるような感じになるかなと思います。でもって黒く染まるので見た目的にもね、しずる感が増すのかなと思います。でもしこれが余っちゃったら翌日のお弁当の白米の上にこれをバッとかけてあげてください。めちゃくちゃ美味しいので。ただこれを作るとき甜麺醤焦げやすいので、そこだけご注意いただければ。で何分今回量が多いので3回くらいに分けて作っていこうかなと思います。まず豆板醤で、おろしにんにく、生姜でラー油適量、沈殿している唐辛子ごと。一応今お鍋の中こんな感じですね。じゃあまずこの状態でしっかりと火に当ててあげて、しっかり味と香りを出した後に、ここで今回のスープ、で今回のザージャン、あと醤油、紹興酒、オイスターソース。これで麻婆豆腐の素完成。ではこの後豆腐を一度茹でるという作業に入りますので、 1% ほどの塩水を作って、塩分量的には美味しいお味噌汁くらいの塩分量です。じゃあお豆腐いってらっしゃい。ちょっと塩茹でしてあげると豆腐の食感も良くなるし、この後煮込む時に煮崩れも少なくなるし、でも余分な水分も少し飛ぶので、より味が染み込んでいきやすいのかなと思います。少々面倒ではありますけども、あと洗い物が1個増えちゃいますけども。じゃあこのゆら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 とさせながら 2,3 分ほどちょっと湯がいて、あんまりバッカバカ沸かしちゃうとこの中で豆腐がね水中分解しちゃいますんで、優しく優しく。じゃあ茹で終わったら一度引き上げて、間髪入れず麻婆スープの中へドン。んで火にかけて、ここでトーチ、胡椒、あとは優しく合わせながら、ここでネギをファ。じゃあ一度火を止めて、ここで水溶き片栗粉、これ複数回にわたって加えて、わりかししっかりめのとろみをつけて、ここでまだ終わらない。
今回のホワジャオ油にラー油、こちらをお好みの量でたっぷりと、特に鍋肌の方とかね。あとはこちらを一度ビチビチさせます。じゃあ、あとは仕上げに揚げたホワジャオ、そして決して忘れてはいけないホワジャオパウダー。パウダーは最後に入れてあげないと香りが飛んでしまいますんでね。じゃあこれにて谷崎麻婆豆腐2021の完成で、今回ご用意した調味料の分量が変わったってことはないんですけど、今出来上がったこちらの麻婆豆腐とはまた別にこのくらいのスープが余りました。多分あとお豆腐3丁分ぐらいは作れそうですね。これは明日の晩ご飯。でチャーハンを仕上げる前にまずはパパッとお口の潤いを仕上げます。ただもう今回の一番だしといいますか、こちらのスープもうこのまんまでバカほどうまいので、なんか変な小細工はすることなく、お塩で塩分だけ決めてあげて、で注いで、ここにブラックペッパー振れば、はい、中華スープ完成。よし、じゃあラスト、これからチャーハンを仕上げていくんですけど、どうせならかっこよく盛り付けたいなということで、はい、チンゲン菜、こちらの根元を、はい、バッテンに切り込み入れて、それぞれ4等分して、あとはこちらを塩茹で。じゃあ根元チャポンからの先に1分ほど湯がいて、あとははい、いってらっしゃい。あとはものの30秒で、はい、OK。でもってどうせなら今回こんなに美味しいスープがございますので、ちょっと拝借して軽くお醤油と、はい、紹興酒加えて、あとついでにごま油も、あとは水溶き片栗粉でとろみ付け。よし、これで準備 OK。 ではチャーハン作っていきましょう。じゃあわりかしたっぷりめの油注いで、しっかりとフライパンぬくめて、はい、卵で間髪入れずにご飯、まずは卵とご飯なじませて、はい、せーの、くるん。ご飯ほぐして、卵が固まってきたタイミングで谷崎の塩、味が決まったところで今回の牛肉でネギ、これを合わせて、レタス、あとは醤油と仕上げのネギ油、あとはなんかいい感じに盛り付ければ、はい、牛肉とレタスのチャーハン完成。これめちゃくちゃうまいんで超おすすめです。はい、というわけで、はい、これで麻婆豆腐セットの出来上がりです。では実食編へゴー。
で無事に完成しました。モコ様。自分で言うのもなんですけど、結構うまくできたんではなかろうか。んでもってこの赤さ。きっとこれはいい汗をかけるはず。はい、てなわけでして。いただきます。あー、うまい。やっぱクラシックはうまいね。んじゃまずは、初手安定の、お口の潤い。やっぱうまいわー。なんていうかね、なんかもうコンソメスープみたい。で、おそらくもっともっと上質なシャンタンで言うと、もっといい食材も使うでしょうし、で、もっともっと丁寧な作り方をされると思うんですけど、代表的なとこで言うと、今回も煮出したものをそのまんまスープにしちゃってるんですけど、ここに鶏ひき肉なんかを加えて、で、一度沸騰させて、この濁りっていうのかな、こういったものをきれいにした状態のシャンタン。とかだとまた味も変わってくるのかなと思いますけど、でも今回初めてこのシャンタンもどき取ってみて、あ、こんな味するんだっていういい発見ができました。で、やっぱ味わい的に一番上に来てるのは鶏。で、その鶏の奥側に貝柱とか椎茸とか、あとハムとか、そういったものが僕貝柱ですって手を挙げてるわけではなくて、全体的にうまくまとまったものが奥にいる感じ。普段取ってる鶏ガラスープとは全くもっての別物ですね。めちゃくちゃ美味しい。じゃあ早速麻婆豆腐いきますか。じゃあここの良さげなところを、うわ、辛そう。で、ラスト、オイホアジャオ。最高にうまい。味付けもバッチリでしたね。今回スープ自体に塩分も入ってたので、しょっぱくなるかなってちょっと不安やったんですけど、塩分量バッチシ。で、確かに辛いですけど、もう食べた瞬間に今もうおでこから汗がブワッと出てますけど、ちゃんと辛うま。で、今回久々に木綿豆腐使ったんですけど、やっぱ木綿は木綿で美味しいですね。絹とはまた違うもっちり感。あ、今ホワジャオの粒に当たった。やっぱこのホワジャオの香りを嗅ぐと四川って感じしますよね。あー、しびれる。あ、やっべ、止まんねえ。あー、辛い。うまい。で、もちろん麻婆豆腐、豆腐の煮込み料理ですんで、もうお豆腐が美味しいのはね、もう言わずもがななんですけど、ひき肉が美味しい。なんというか、スープの味をまとったひき肉じゃなくて、ちゃんと味を主張してくれるひき肉。やっぱザージャンは偉大ですね。優雅な晩酌。じゃあ続きまして、はい、チャーハン。やっぱこれうまいわ。このレタスの歯触りがいいですよね。シャキッとしてね。んでもって牛肉。はい、優勝。ちょっと食べかけでごめんなさい。こちら一番最後油通しするときに外側に片栗粉が来てるので、その片栗粉が少しふやけて表面トゥルトゥル。だからこんだけ細く刻んでも全然パサつかない。で、牛肉の味付け的にももうほんとチンジャオニューロースうまっ。で、全体的にはもう超パラッパラなチャーハンというよりしっとり系のパラパラチャーハン。僕普段チャーハン作るときパラパラというよりパサパサまで炒めがちなんですよ。僕楽しくて煽るのがうわーってやって。ただ今回のチャーハンだとレタスが入るので、意識的にレタスに火を通しすぎないようにって加減するので、でなおかつレタスからもある程度はね水分出ますんで、なんていうかパサつく心配なしですね。ちゃんとご飯一粒一粒はほぐれるけど、ちゃんとご飯の中に水分が残ってる状態。いやーうまいね。じゃあとりあえず今もうお腹ペッコペコなのでちょっと黙ります。
いやー、いいね。順調に汗かけますね。あー、もうびっしゃびしゃ。ただまあ正直、もうちょっと辛く仕上がったかなと思ったんですけど、意外とそんなでもなかったですね。多分使ってる唐辛子の種類と、あと唐辛子ペーストとか、そういったものを使ったらもっともっと辛みは出るんでしょうけど。まあでも僕はこんくらいでちょうどいいかな。じゃあここでちょっと箸休めのチンゲン菜。うん、当たり前のように美味しい。そして皆様にご報告です。おそらく今回実食編めっちゃ短いと思います。なんかもうあっという間。やっぱり麻婆豆腐は飲み物。はっきりわかんだねって感じです。でもチャーハンが残り少なくなってきたのと、あと麻婆豆腐もこんだけしかないので、麻婆豆腐オンザライスいきましょうか。やっぱこれで締めないと。じゃあ今一度麻婆豆腐ビチビチさせて、あとはこれをドン。でこの鍋底に焦げついたひき肉がまたうまいんすよね。やっぱり麻婆豆腐プラスチャーハンといえばこれですよね。あー、うまっ。なんかもうチャーハンの中の牛肉とレタス、この2つが新しい麻婆豆腐の具材になったような感じで、結構そこの方に揚げたホワジャオだいぶ溜まってたんですね。すんごいホワジャオパラダイス。あー、最高です。じゃあ本当に今回あっという間でしたけども、もういつものごとく最後の一皿になりましたので、じゃあラストスパート。ございました。いやー、うまかったね。自分で言うのもなんですけど、なかなかうまくできたんではなかろうか。以前モコさんに作ってもらった時はちょっと辛みを抑えてもらってたので、おそらくラー油とかそういったものの使用量を下げてもらってたので、もうちょっとねすっきりとしてたんですけど、今回僕が作った分はこれでもかっていうぐらいラー油を使ってるので、重厚感も出つつ深夜に食べたらもう背徳感で立ち直らなくなるだろうなっていうくらいのギルティーさでしたね。もう正直チャーハンに関しては今回の5倍量くらいあってもいいんじゃないかっていうぐらいご飯に合いました。でやっぱモコさんのね揚げホワジャオ本当に美味しいですね。食感的にもお豆腐ひき肉なんかとは全然違ったカリッとした食感なので、この中でねちゃんと主張してくれますし、で弾いた時の香りの弾き方ねめちゃくちゃ美味しいですね。で今回の調味料、それから作り方で言うと、僕なんかで言うとちょうどいい辛さ加減やったんですけど、辛党の方とかめちゃくちゃ辛いのがお好きっていう方だったらちょっと辛さ物足りないかなとなると思います。そういった場合は調味料の中に唐辛子ペースト、多分 Amazon なんかでも売ってると思いますけど、そういったものが入るとねより辛みが増すかなと思います。いやー、今回はいい汗がかけた。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。